こんにちは、TSFCM の中条です。2023年11月6日、日本時間だと11月7日、アメリカ西海岸のサンフランシスコでオープン AI 社のイベント、オープン AI ディブデイが開催されました。今までの生活や働き方を日々大きく変え続けているオープン AI 社ですが、今回初めて開発者向けのイベントを開催。人工知能の開発に関することに触れている人たちにとっては、この日を待ちわびている人がとても多かった印象で、私の周りの AI に詳しそうな方々は、開催後も内容がすごすぎたために熱量が簡単には冷めそうにありません。そんな2023年後半で一番ホットな AI イベントの一つである今回のカンファレンスに関して、私の AI 学習も兼ねて内容すべてを全10項目にまとめてみましたので、ゆっくりしていってね。一つ目、新モデル GPT-4 ターボ誕生。なんといっても、まずはこちらからでしょう。新モデル GPT-4 ターボ 128K が爆誕しました。今まではモデル GPT-4 もしくはモデル GPT3.5 ターボを使用して開発するのが主流でした。GPT-4 のメリットはもちろん精度がかなり高くてトークン数も多いという部分なのですが、どうしても速度が遅かったり、料金が高くなってしまうので、GPT3.5 ターボを使う方が多かったと思います。しかし、今回のアップデートで新しいモデルの GPT-4 ターボの誕生によって、精度は高いままで今までの弱点であった値段が高くなってしまう問題を大幅に抑えられます。今までの約3分の1の値段で、精度が変わらず GPT-4 の実力なんですよ。しかも返答までの速度も速くなっていて、かつ利用できるトークン数十万超え、このトークン数がどれくらいすごいかというと、なんと、300ページ分の長文に相当するそうですよ。結構分厚い本が1冊かけてしまいますね。また、今までは、学習済みのデータが2021年9月までのものであったのが、今回の新モデル GPT-4 ターボには2023年4月までの学習済みのデータが使用されています。前年度までに起きた出来事は情報として取得することができるので、これも嬉しいアップデートニュースですね。1分間あたりで処理できるトークン数、TPM、トークン、パー、ミニッツが倍になりました。レイトリミットエラーは、API を使用していると頻繁に発生してしまうエラーだったため、地味に嬉しいですね。また、レイトリミットの引き上げは、GPT-4 ターボだけでなく、GPT-4 のユーザー全員に適用されるとのことです。2つ目、定番モデル GPT3.5 ターボの進化。新しいモデルが出ただけでなく、既存のモデル GPT3.5 ターボの精度が高くなり、さらに安く利用することができるようになりました。GPT の 4K モデルは有料会員や申請した人しか使えないので、GPT3.5 ターボのモデルがアップデートされるのも嬉しいですね。具体的なアップデートを紹介していきますね。まず、16K がデフォルト化されました。GPT3.5 ターボ1106がデフォルトになり、4K トークンから 16K トークンまでと4倍の分量を利用できるようになりました。また、入力トークンが1000トークンあたり 0.0015 ドルから1000トークンあたり 0.001 ドルと3分の2の値段で利用できるようになりました。出力トークンは1000トークンあたり 0.002 ドルで特に変化はないですが、低価格で長いコンテキストを GPT3.5 ターボで利用可能になったのはありがたいですね。パラレル、ファンクションコーリング。2023年6月に新しく実装された機能、ファンクションコーリングによる関数呼び出しを複数でも可能になりました。これで、例えばメールを送る関数と、カレンダーに予定を追加する関数を同時に実行する、なんてレスポンスを返せるようになりました。中条が別で YouTube 動画を出しているので、それも良ければ見ていってね。形式指定の精度改善と、JSON モード、追加、CSV 形式にしてほしい、などの形式指定の精度が 38% 改善されたみたいです。また、新しく JSON モードというのが追加されたので、JSON 形式でも出力ができるようになりました。
3つ目、ベータ版、アシスタント API、リリース、新しくベータ版として、アシスタント API が誕生しました。アシスタント API では、ファンクションコーリングや、アドバンスド、データアナリティクス、Q、コードインタープリター、リトリーバルなど、単体でもめっちゃ便利と言われていたツールを、自分のアプリケーションの中で人工知能エージェントとして使える機能です。今までは、ラングチェーンなどを用いて実装可能でしたが、オープン AI 公式のアシスタント API として使用できるようになったため、さらに便利と話題になっています。プレイグラウンドからテストすることができるので、YouTube の概要欄に貼っておきますね。4つ目、チャット機能だけではない、イケてるスタメン API たち。新しいモデルが何個か API で使用できるようになりました。どれも強力すぎます。一個一個、丁寧に解説していきます。画像読み込み、GPT-4 with Vision、画像を読み込んで AI が処理することが可能になりました。モデル、GPT-4 Turbo で、キャプション生成や視覚分析などを可能にするビジュアル入力が可能になります。API を利用したい場合、GPT-4 Vision プレビューのモデルを使用してアクセスすることが現在は可能ですが、この機能も年内に GPT-4 Turbo に統合されて使用可能となるそうです。API の使用金額は、入力する画像の画素数に応じて追加料金がかかります。例えば、1080×1080 ピクセルの画像の場合、0.00765ドルかかります。だいたい1枚1円くらいですね。画像を生成。ダリ3、オープン AI 社の画像生成は、ダリ2として使用することができました。しかし、先月発表されたこのダリ3はすごいと話題になっていました。API を利用したい場合、少し値段が高いですがダリ3のモデルを使用してアクセスすることが可能です。自分のアプリ内で、プロンプトを入力すると指示内容に応じて画像を生成してくれます。いろいろと活用方法があると思います。使用方法に関しては、以前こちらも中条が YouTube で動画にしているので、もしよければ見ていってね。音声を生成。テキストトゥースピーチ。TTS、音声生成 AI。テキストトゥースピーチ。TTS。では、テキストを読み上げることができてしまいます。4種類の男性の声。アロイ、エコー、ファブル、オニックス。それから2種類の女性の声。ノバ、シマが用意されています。実際の声を聞いてみましょうか。アロイ。The sun rises in the east and sets in the west. This simple fact has been observed by humans for thousands of years. エコー。In the heart of the city, there is a large park where people go to relax and enjoy nature. The park has a beautiful pond with ducks and swans. ファブル。The library is a quiet and peaceful place where people go to read, study, and learn. The shelves are filled with books on every subject imaginable. オニックス。The train chugged along the tracks, carrying passengers to their destinations. The rhythmic sound of the wheels on the rails was soothing. ノバ。In the kitchen, the aroma of freshly baked bread filled the air. The loaves were golden brown and crusty on the outside and soft and warm on the inside. シマ。 The beach was a popular spot on a hot summer day. People were swimming in the ocean, building sand castles, and playing beach volleyball. 私よりも流暢に話しちゃってます。悔しい。デフォルトでは MP3 形式でアウトプットを返してくれます。他にも、ライブ配信やコミュニケーション用の OPUS 形式、YouTube やアプリ開発用の AAC 形式、アーカイブなどの圧縮用の FLAC 形式でアウトプット可能です。文字起こし、Whisper、V3。今までも Whisper という文字起こしの AI は存在していましたが、モデルがバージョンアップして、Whisper V3 として性能改善されました。API を利用したい場合、Whisper、ラージ V3 のモデルを使用してアクセスすることが将来可能になるそうです。5つ目、自分だけのオリジナルチャット GPT を作成できる GPTs。チャット GPT 上で手軽に GPT 搭載ツールを作れる GPTs という新機能が導入されました。特定のタスクや指示、データ、機能を組み合わせてカスタマイズされたチャット GPT のモデルを作成することができます。また、モデルを作成する人のことを GPT ビルダー
と呼ぶそうです。GPTs の良いところは、ノーコード、つまりコーディングしないで作成することができるところ、プログラミングに関する難しい知識は一切必要ありません。また、個人用、会社内部用、公開用など、様々な用途に合わせて作成することができます。なので、特定の目的に合わせてオリジナルのチャット GPT、GPTs を作成でき、さらにその GPTs を他の人に共有することも可能です。これに関しては6つ目で解説します。GPTs にはプラグインのように独自のカスタムアクションを定義することできるので、すでにある機能に加えて、さらに外部 API を GPT に利用させることができます。つまり、GPTs でデータベースを管理したり、メール送信などなど、様々なアシスタントとして接続が可能になるそうです。オリジナルチャット GPT、GPTs の作り方。GPTs を作成するには、Create と Configure という機能で開発していきます。まず Create では、どんな機能を備えたチャット GPT にするか文章を入力するだけで、作成することができます。また、どのような問題を解決したいか、といった課題を入力しても開発可能です。プログラミングを書くのではなく、日々人間が使っている言葉、自然言語で作成できてしまうので、恐ろしい時代がやってきました。次にコンフィギュア。構築の部分です。作成するオリジナルの ChatGPT に追加情報を与えられます。ファイルをアップロードすることで、GPTs 開発に必要な情報を直接学習可能です。恐ろしいです。また、エグブラウジングや、ダリスリ、アドバンスドデータアナリティクス、Q、コードインタープリターなど、これまですでにチャット GPT 画面に存在していたツールを使用するかどうかも選択できます。なので、自分だけのオリジナルチャット GPT に Web 検索や画像作成、データ分析など、テキストの出力以外の有力な機能を GPTs に搭載可能です。6つ目、作った GPTs は販売しよう。GPT ストア。カスタマイズしたオリジナルのチャット GPT、GPTs を公開して共有できるのが GPT ストアです。GPT ストアは2023年11月後半に実装が開始される予定で、公開された GPTs は検索可能になり、リーダーボードに表示される予定とのこと。将来的には、自分で作成した GPTs を誰かに使ってもらって、使ってもらった人数に応じて収益を得ることができるようにもなるようです。また、GPT ストアは、生産性、教育、エンターテイメントといったカテゴリー別になるそうです。こういうのは先行者利益がものすごいと思うので、今のうちから触ってアイディアを練っておいて、GPT ストアが公開されると同時にオリジナルの GPT をリリースした方が良いかもしれませんね。7つ目、オープン AI 社のモデルをカスタマイズ。企業やデータサイエンティストの人向けの内容ですが、アシスタント API よりもさらに一歩踏み込んで、より強力なモデルの作成が可能になりました。強化方法は、ファインチューニングとリトレーニングの2種類があります。以前までは GPT3.5 までしかファインチューニングをすることができませんでしたが、限定したユーザーに対して GPT-4 でもコンソールの中でファインチューニングをすることができるようになりました。より繊細に出力結果を調整することができるようになったことで、用途に応じて精度の高い情報を抽出することができます。さらに限定したユーザーに対して、リトレーニングができるようにもなりました。しかし、リトレーニングでの開発には、最低10億以上のトークンという大規模な独自データセットを準備する必要があるとのことですので、かなり高額になることが予想されます。また、リトレーニングはデータを扱うための専門知識が必要なため、財政面の心配だけでなく、深い人工知能分野における知見も必要になりそうです。8つ目、一貫性デコーダーのオープンソース化。またさらに、より開発者向けのコアな内容ですが、ステーブル、ディフュージョンの一貫性デコーダー、コンシスタンシーデコーダーのオープンソース化が最後にちょっとだけアナウンスされました。一貫性デコーダー、コンシスタンシーデコーダーに頼ることによって一般的に使用されている
Wii レコーダーを使うよりも精度が高く、かなり高速化できるようになりました。9つ目、本家チャット GPT のバージョンアップ。API などの開発者向けのツールではなく、普段使っているチャット GPT もレベルアップしました。まずは、チャット GPT プラスの精度向上について、GPT-4 ターボだけでなく、チャット GPT プラスのチャットでも2023年4月までの学習データをもとに回答が出力結果が表示されるようになりました。Google や X 社が出している AI チャットよりは情報鮮度には劣りますが、今まで以上に最新の情報に基づいた出力が返ってくるのはありがたいですね。次に、チャット GPT のブラウザの UI 改善について、これまでは Web ブラウジング機能や DALL-E アドバンスドデータアナリティクスなど各機能を使うためにタブの切り替えが必要でしたが、GPT-4 として一つのページに統一されました。UI は今後もどんどん進化していくと思いますし、ブラウザの一般的な画面がこれからどう変わっていくのかは注目で楽しみですね。最後に、ファイル読み込み機能について、PDF などのファイルを読み込ませても、その内容についてチャットで答えてくれるようになるとのことです。すごいことだけど、ここまで話しているともう、チャット GPT 先輩なら、これくらいできるよね、と思ってしまう私です。10つ目、クリエイターを守る、コピーライト、シールド。コピーライトシールドによって著作権が保護される仕組みが実装されました。これだけ AI で便利な世の中になってくると、やはり、そのデータはどこから学習したのか、というのは気になります。学習データによっては、訴訟が生じてしまう事例も頻繁に出てきているため、このような事前対策はとても大切ですよね。もし、OpenAI のサービスを利用中に著作権侵害に関する法的請求が発生した場合、OpenAI 社が守ってくれるだけでなく、発生した費用を支払ってくれるそうです。私の発言は、中条が手書きで書いているので、OpenAI 社は守ってくれません。大変ですね。さて、いかがでしたでしょうか？それぞれの内容だけでも記事や動画が作れてしまうほど、どれも素晴らしいアップデートがてんこ盛りでした。少し宣伝となりますが、LINE で OpenAI 社の API を使ったチャットボットの作り方を、中条がユーデミー講座として出しています。まだチャット GPT の API を使った AI 開発をあまりしたことがない人や、データサイエンティストやエンジニアではない人でもわかりやすく、プログラミングの基礎から丁寧に2時間半かけて解説しています。ぜひユーデミー講座も合わせてご受講いただけると幸いです。それでは、またお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チュース。コンストは定数で、レッドは変数ですね。お友達登録が完了すると、こちらの ID ですね、シート ID 変えていただけると、このような感じでシートが開きます。こんにちはと打つとですね、スプレッドシートにも、こんにちはといった感じで、チャット GPT にですね、ユーデミーと YouTube の違いは何ですかと聞いてみましょう。はい、帰ってきましたね。制約としてですね、あなたはこういう LINE チャットボットですと。2+4 は6ですと返ってきました。それに対して、さらに8をかけてと、48ですと返ってきましたね。私のメールアドレスにですね、なんとメールが送られてきましたね。ファンクションコーリングというのを使ってメールを送るというファンクションを呼び出しています。私はですね、中条隆之と申します。LINE× チャット GPT 講座、ぜひご受講ください。こんにちは。中条隆之と申します。結婚相談所を全部 LINE でできないかなと思って、こういうですね、リーベっていうサービスを作りました。でこのリーベですね、まず恋人診断、これまず男性か女性かを選んでください。
私は男性なので男性、真面目な恋愛がしたい。出会いの機会が少ないという恋愛診断結果っていうのが返ってきます。何パターンか用意しているので、ぜひですね、恋愛診断だけでもやってみると面白いかなと思ってます。初回オンライン相談聞かれるので、これ私の Google カレンダーで空いてる日時が取得できていますので、選ぶと自動的にですね、追加されます。Zoom に入る前にですね、規約の確認とか登録も済ませていただいても大丈夫ですし、初回面談の時にこれやってもいいかなと思ってます。で、これ規約の確認、一応3つの PDF が届きます。で、最後ですね、ここにストライプ機能をつけています。で、これでですね、クリックすると、画面が立ち上がりまして、で、これ Diff っていうですね、LINE の機能を使ってます。なので、ログインが聞かれます。ウェブサイトなんですけど、ログインが必ず聞かれます。で、これでですね、ユーザーの ID、LINE のユーザー ID が取れるので、このユーザーと紐付けることができる。プランはこんな感じですよって書いてあって、で、ストライプの画面が出てきますので、これ登録してお支払いするって感じですね。支払いが完了すると、登録完了ってことで、85,000人とマッチングできる仕組みに登録完了って感じですね。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。